初めて上がりました。鼻水と同じ感じ。青すぎない？ほら、なんか青いゼリーで、深部体恐怖症の人死んじゃうよ、これ。はい、どうもさです。今回はですね、とんでもない魚が仕入れられましたということで、早速ね、皆さん見ていきましょう。クーラーボックスじゃ入りきらないんで、このサイズのクーラーに入ってますからね。はい、じゃあ、早速開けていきましょう。オープン！よいしょ！はい、皆さんこちら、ナポレオンフィッシュです。だいたいね、60キロぐらいあるんじゃないかな。島に来て3年ぐらい経つんですけど、初めて上がりました。で、どうやって取ったか気になりますよね。ナポレオンフィッシュって結構ね、奥が深い穴の中にね、いることが多くて、水深もね、3、40メーターのところにいたりするんですよ。で、話は変わるんですけど、沖永良部島は潜水士っていう資格を持って、漁業権も持ってると、ボンベを使って水中銃を使うことができるわけですね。で、このナポレオンフィッシュはですね、水深28メーターにいたらしいです。太陽の光はほぼ届かない、薄暗い海底で光も一切差し込まない洞窟に入ってこの60キロのナポレオンフィッシュを上げてきたわけです。やばすぎるよね。よし、じゃあね、キッチンに戻りましょう。なんとか詰め込み完了。ただし顔ははみ出してしまいました。いや、この光景やばすぎるって。せーの、よいしょ。あー、重てえ。はい、やっとキッチン運び込みました。大変だな、持ち上げるだけで。誰か俺を抱きしめてくれる人を募集してます。ということで、改めまして、今回はですね、ナポレオンフィッシュっていう食材ですね。ちなみにこちらの魚、正式名称、和名はですね、メガネモチノウボっていう名前なんですけども、ナポレオンフィッシュっていう名前の方がね、有名ですよね。でちなみに島でこんな50キロ以上のナポレオンフィッシュが上がったのはもう、俺が移住してから初めてのことで、もうね、少なくとも3年以上はね、上がってないんですよ。ずっとね、さばきたかった。ずっとね、食べてみたかった魚。ついにね、上がったということで、これね、どうやって撮ったかと言いますと、これ水中銃で撮られてます。で、その撮った人にね、どうやって撮ったんかって聞いたら、ボンベ背負った状態で、穴の中追い込んで、バーンって撃って、もうすごいらしい。これ、めちゃめちゃ暴れて、引き上げるまでにタンク2本分かかったらしい。ちなみにですね、で着いた場所は水深28メーターだったらしいです。さすがに素潜りではね、つけなさそうな魚ですね。はい、ということでそんな魚なんですけども、早速、観察していきましょう。はい、こちらがナポレオンフィッシュの全体図ですね。このでっかいコブがかの有名なナポレオン・ボナパルトの帽子に似てるということで、この名前がついたみたいです。似てるかな？あんま似てないと僕は思うんですけどね。これね、おそらくね、ゼラチンですね。ブヨブヨです。そして、ぬめりがね、半端ない。調べてみたところ、ヌタウナギが出すことで有名なムチンっていう物質が主に含まれてるんです。さらに細菌やウイルスまで防御することができるすごいヌルヌルなんですよ。でナポレオンといえばですね、この唇ですよね。ブニョブニョです。こんな感じの口をしてるんですけども、肉食の魚で、魚とかね、イカとか吸い込んで食べてるみたいです。で、そしてね、ナポレオンフィッシュと言ったらっていう感じなんですけども、鱗がね、めちゃくちゃでかいんですよ。一枚一枚が、拳サイズとまでは言わないですけども、相当でかいんですよ。で、これね、見た感じ、お腹がパンパンなんですよね。で、触った感じも、空気って感じじゃないんで、おそらくね、何か食べてるはず。普通の魚だったら卵が入ってるっていう可能性もあるんですけども、ナポレオンフィッシュはですね、生まれたては全部メスで生まれて、で、大きくなると、オスに性転換する魚なんですね。なんでね、メスの可能性は絶対にないんで、多分ね、胃袋の中に何かが入ってるはずです。何が入ってるんでしょう？結構でかい気がするよ。はい、それではですね、早速、さばいていきましょう。で、まず鱗を取っていくんですけども、おそらくですね、普通に取っても取れないと思うんですよ。ちょっとやってみようと思う。これを取ってみよう。硬っ。めっちゃくっついてるわ。しかもヌルヌルで。硬っ。よっしゃ、取れた。でかすぎる。なんやこれは。ほら、俺の顔より大きいもん。うん。それは持ったか。さっきは拳抱いて言ってたんですけど、ほんとね、ちょうど、俺の拳と一緒ぐらいのサイズですね。こんなでかい鱗あるか？俺ね、ナポレオンフィッシュさばいたらずっとやってみたかったことがあって、この鱗を唐揚げにして食べてみたいんですよ。魚の鱗って意外と食べれるんですね。ブダイの鱗も食べれるし、普通の魚の鱗とかも揚げれば食べれたりするんですね。これがどんな味なんやと。皆さん気になるでしょ？俺はめっちゃ気になるわけよ。ということでね、これ唐揚げにしよう。ぬめりがひどいんで、ちょっとだけ落としますか。
ローション相撲できそう。じゃあ、さよなら。よっしゃ、すき引きしていきます。すき引きしやすっ。さばきやすいって言ったんですけど、撤回します。これ。こうやって、このぬめぬめに当たってめちゃめちゃ不愉快です。でも皮が結構硬いんで、下行かないからやりやすいですね、その分。すげえ。これさ、モンハンの装備できそうじゃない？ナポレオンフィッシュの鱗採取しました。これでさ、こうやってさ、民族っぽいスカート作ってさ、渡されたら落ちない女いないでしょ。作って渡そうかな。ぬめりだけ取ってあげようか。めっちゃヒレ邪魔。ヒレ取りまーす。今ヒレ持ってみて思ったんだけどさ、こんなちっちゃいヒレでこいつら泳いでんの。すごすぎだよね。硬すぎて切れないかも。すごい。待って。断面ガリガリ君やん、これ。マジでガリガリ君の味しそう。こいつには赤い血が通ってるのかな？でも、味は普通だな。はい、じゃあヒレ落とし終わったところでね、引き続きすき引きでやっていきましょう。これ楽しいわ。すき引き史上一番なんか気持ちよくできる。普通魚って皮が薄くて身まで切っちゃうことが多いんですけど、なんかね、すごくこれはやりやすい。皮が硬いのかな？わ、気分良い、これ。これ最高だ。わ、このお腹のところ剥がしづらい。鱗あるか？うわ、すげえこれ断面。地球グミじゃん。ガリガリ君超えてきたよ。こんな青いことあるんだ。青！高校の青春ぐらい青いな。滑ったみたいにやるのやめろよ、もう。ナポレオンフィッシュ、すき引きちょっと微妙ですね。鱗が残ります。こんな感じで。ちょっとだけね。ちなみに、魚の鱗はお湯かけるとすごい剥がれやすくなるんで、刺身で食べないんだったら、多分お湯かけた方が早いですね。これ大丈夫かな？多分さ、ナポレオンフィッシュさばこうと思って動画見てる人の中にたくさんいると思うんですけど、すき引きがいいとか言っちゃったわ。そのせいですき引きみんなしちゃってないかな？全然残っててめんどくさいんだけど。これさ、めっちゃ音いいから、反対側は ASMR やってみようかな。ちょっと ASMR バージョンでやってみよう。ナポレオンフィッシュの粘液のぐちょぐちょ音です。こんな感じでめちゃめちゃぐちょぐちょしてます。手からなかなか離れないです。ASMR っぽく剥がしていますか？むずっ。はい、それでは鱗を落とし終わったんで、これお腹の中何が入ってるのか見ていきましょう。うわ、これ何入ってるやろうな。気になるな。おっと空気でしたね。でもまだパンパンよ。あ、すごい。ポテチの青のり味の匂いがする。硬っ。お、消えた消えた。
待って。誰？魚のお腹の中でブルーハワイぶちまけた人。本当にブルーハワイぶちまけてない？やばいんだけど。しかも何も入ってねえ。こいつ腹骨が硬いだけじゃん。中から人魚姫出てくると思ったのにな。すごいよ、これ。本当に。青すぎない？ほら、なんか青いゼリーできる。落ちた。何これ。くっさ！いや、これ、内臓が、こっち側に来てるわ。つく場所が深すぎて、胃袋この辺まで上がってきてる。胃袋何も入ってないわ。じゃあね、何も入ってなかったんで、頭を落としていきましょう。これ落ちるかな？頑張ってみよう。意外と落とせそう。A 型が死ぬ。これは A 型死ぬやろ。よっしゃ！反対側やっていこう。よっしゃ！こいつ顔でかくない？この状況でさ、うわぁ、なんか部屋狭く感じるなーって言ってさ、顔でかいからやって言われたらさ、納得するもんね。おそらく、このサイズの魚にやったことないんで通用するかわかんないんですけど、魚ってここ、背骨がこうやって繋がってて、これが一番硬いんですけども、大抵の魚、背骨だけ残した状態でねじれば頭取れるんですよ。背骨を切ってもいいんですけど、それでおそらくいけると思うんで、頭ねじってみます。早朝この青い内臓切り刻んでやろう。これ、無理だわ。めちゃめちゃ硬い。なんで、ノコギリでいきます。切れた。これよくついて上がってきたよね。陸上でさ、こんな大変なのにさ、海の中でこいつを仕留めたってやばいよね。これ締めた漁師の人が、ついて、ブワッて逃げる瞬間に、水中銃のラインがあるんですけど、それがね、こうやって手に絡まって、で、それが絡まった状態で、ブワーって持ってかれたって。手袋つけたから手袋をスポーって抜けてね、なんとか生きてたらしいんですけど、これ水中でつこうと思うよね。俺ちょっと諦めるもん、こんなんいても。肝めっちゃ美味しそうなんだけど、これ。水圧に負けてあっちに内臓がいってんな。魚ってこんな青かったっけ？はい。内臓が取れました。もうほぼ肝臓ですね。これ肝臓がハリセンボンの肝臓みたいで美味しそうなんで食べてみますか。これ絶対美味しいよ。肝臓でかっ。てか肝臓以外の臓器どこ行った？ここが腸なんですけど、腸青いよ。で、これ胆嚢ですね。胆嚢もさ、中からもしかしたら青いの出てくるんじゃない？そっちから出てきた。胆汁はちゃんと緑や。皆さんこれコブ何入ってるか気になんないですか？ちょっと切って見てみましょうか。いきますよ、皆さん。触った感じは、わかんねえ、これ。なんだろう。わかりました。ジャノメナマコです。ジャノメナマコよりは柔らかいけどな。栗色ナマコとか。栗色ナマコよりは全然柔らかいな。近いんだったら、あれだよね。バイカナマコだ。バイカナマコに一番近いかもね。なんかシリコンみたいな感じ。そもそも食べたいからデカめに取りたいな。このぐらいでいけると思う。硬っ。これ食べ物で合ってる？硬いし。これワンチャンなんですけど、煮付けにしたら美味しそう。臭くない。海の匂いだわ。これ煮付けにしよう。真っ青やん、これ。やば。この白いの何？わからん、これ。はい、それでは頭を落とし終わったんで、これお腹の中きれいにしていきましょう。大きい魚特有なんですけど、内臓が全部ね、膜で繋がってますね。よいしょ。はい、取れました。血合いも取っていきましょう。なんか青いの出てきた。でも血は赤いでしょ？何なんだろうこれ。体液が青いのかな？はい、それで頭落とし終わって、ここまで綺麗になりましたんで、こっからここの幅、太鼓って言うんですけど、太鼓が分厚い魚は、3枚おろしだとちょっとおろしづらいんで、5枚おろしっていう方法でね、やっていきます。じゃあ真ん中にここ1本、包丁入れていきましょう。こんぐらいかな？全然真ん中にいってない気がする。で、ここ切り込み入れておきましょう。
ナポレオンフィッシュは YouTube 的にはいいかもね。血が青いから絶対に広告剥がされないと思う。ここ皮目に切り込みを入れていきます。うわぁ、包丁が入っていかない、これ。皮骨切っていきましょう。よいしょ。めっちゃ硬い骨。これ絶対包丁じゃ切れんぞ。これ無言になるわ、むずすぎて。もう意外と身がしっかりしてるんで、普通魚って身がめちゃめちゃ割れちゃうんですけど、これ意外と大丈夫だわ。ちょっと高木さん、ここ切ってもらっていいですか？そろそろ落ちます。あ、落ちなかった。あれ、落ちる。よいしょ。うわぁ高木さんすいません。服死にました。もう元が死んでたんですけどね。よいしょ。なんか、これ、白っぽいところ油なのかな？うわ、わからん、これ。なんか白い、変な色のところがありますね。で、ちゃんと血は、ほら、赤いんですね。じゃあ次、背中側。で、これ皮に切り込みを入れていきます。これね、背中にね、なんか脂肪みたいなのがあるんですよね、これ。脂肪なのかな？よーし、やっと半身終わりました。めっちゃ背骨外してた。ここ真ん中とか言って切った。意外とここぐらいなんだな。反対側。じゃあ反対側も同じようにやっていきましょう。相変わらず骨硬。ここもまた同じように切っていきます。うわ、腹骨。いや、硬いな、やっぱ。はい、じゃあまた皮に切り込みを入れていきます。よし。オッケー。はい、じゃあラスト一作いきましょう。もうだいぶ慣れてきましたね。やっぱでかい包丁の方がさばきやすいな。よいしょ。終わったぜ。はい、やっとおろし終わりました。これめちゃくちゃ大変だわ。すごいさばくの難しい。面白いのがもう骨まで青いんですね。やば、これ腐ってるようにしか見えないんですけど。結構鮮度いいですからね。この血合い骨を落としていきましょう、とりあえず。あ、皮が硬いんだ。これ多分マグロと同じおろし方でいいと思う。こうやって、で、こうやって切って、で皮をこうやって引いていくと。
お、いいじゃないですか。これ柵取りができました。あ、マグロと同じだ。あ、150キロのマグロさばいててよかった。ちなみになんかこんな見た目してて、明らかにヤバそうな感じあるんですけど、沖縄では広沢って呼ばれてて、ナポレオンフィッシュ。10キロ以下とかだと、めちゃめちゃ高級魚です。はい。落とした時はトリミングしていきましょう。これそれぐらい硬いな。で、今日はですね、こちらナポレオンを昆布締めにしていこうと思います。他の人の動画のナポレオン見てたら、すごいね、水っぽくてブヨブヨだったんで、それで昆布締めにしようと思ったんですけど、これ全然このままでも美味しそうですね。ただ、昆布締めにしています。ということでね、昆布使っていきましょう。じゃあ、昆布締めしていきましょう。で、まず昆布の上にですね、料理酒をかけて、かけていきます。塗って、で、2枚塗ります。昆布締めにすると、適度に水分が抜けて、かつ、昆布のグルタミン酸っていう旨味成分も追加されるんで、めちゃめちゃ美味しくなるんですね。はい。この状態でラップをしていきます。はい、それではこの状態で数時間冷蔵庫に入れていきます。それでは、数時間後。はい、それでは数時間経ちましたんで、見ていきましょう。いや、中身はどうでしょうね。にしても結構水分出てきてるね。どうだろう。おー。だいぶ水分取れたね。うわ、すごい。ナポレオンフィッシュの身自体の青さに昆布の緑色が加わって、本当に腐ってるみたいな色になってるけど、色味以外は結構状態いいですよ。これ美味しそうですね。あしらい買うのすべて忘れてしまったんで、ティッシュでいいや。キッチンペーパーでよかろう。キッチンペーパーでいいよ。こんなもんね。さすがに綺麗に盛れない気がする。あ、でも見えないから。そして、大葉も買うの忘れてたんで、シュワシュワの大葉です。シュワシュワやな。はい、そしたらですね、そろそろナポレオンフィッシュ食べていきましょう。で、これね、ちょっと本当にね、初見すぎて何が何だかわかんないんですけど、この白い部分、これがそもそも油なのか何なのかっていう話なんです。ちょっと食べてみます。それ次第で切り方が変わってくるんで、いただきます。油や、これ。っていうことはこれめちゃめちゃ油乗ってるってことじゃん。で、これさすがにね、でかすぎるんで、食べやすいぐらいの形で切っていきましょう。あ、硬いな。今切ってみて思ったんですけど、魚の筋がめちゃくちゃ硬いです。まだでかいぞ。はい、OK。どう考えても筋硬そうなんで、薄く切っていきます。皆さんどうしましょう？どうやって持っても綺麗にならん。角が立たないし、青いし、諦めたわ。はい、そしたら次ですね。フライと刺身を切っていきます。今度は腹側を使っていきましょう。硬え。腹骨がね、ここまで入ってるんで、どうしてもね、この一番美味しいお腹の身を分厚く取らなきゃいけないっていうのはちょっと悔しいですね。残った腹膜も、これ内臓に触れた部分で臭いんで、これ取っていきます。取りづらいな。こうしましょう。こうだ。で、皆さんこれ無理かも。かっこいちむずいかも。すっごく硬いです。激硬。いいね。取れました。もうなんか青すぎて油が乗ってるのかどうか全然わかんないですね。これそれじゃあ適当にこっから身にしていきましょう。こんなもんでいいかな。OK。
でナポレオンフィッシュはもうね、これほとんどね、島で上がらない魚で、上がってもね、島だと魚屋とかでもね、消費しきらないんで、沖縄にね、送られて、ほとんどね、食べられることのない魚で、結構食べたい人もね、いっぱいいて、配ろうかなと思ってます。このぐらいのブロックで配ります。5人家族でちょうどいいんじゃない？はい、それではですね、この一番激アツの部位を使いまして、フライと刺身をね、切っていきましょう。これ切ってみた感じ、おそらく刺身は微妙だと思う。っていうのもね、やっぱ筋が硬すぎる。絶対噛み切れないと思う。なんで、一応ね、さっき昆布締め作ったり、今回刺身切ったりしますけど、多分火を入れた方が美味しいと思うんで、刺身の他にね、フライ、こちらをね、作っていきましょう。はい、ではまずですね、ここ。血合い骨が残ってるんで、血合い骨をね、まず切っていきましょう。OK。で、これ、切り身にしていきましょう。で、刺身に関してはですね、味見程度でいきましょう。ほんと硬そうなんで、薄くいこう。こんぐらいでいきましょう。OK。これで刺身を切っていきましょうね。で、フライはですね、どのぐらいかな？こんぐらいだろうな。こんぐらいですね。こんぐらいで切っていきましょう。こっちの方がいいか。こっちだな。身が分厚すぎて綺麗。ここまで来たらだいぶ食材感は増してきますよね。はい、そしたらね、切り身出来上がったんで、フライを作っていきましょう。今日使うのはこんなもんでいいでしょう。で、これに塩コショウを振っていきます。かけすぎたか。いいか。じゃあ塩コショウつけたらですね、パン粉、卵、小麦粉、こちらの順番でやっていきましょう。まずは小麦粉。で、パン粉。で、最後パン粉ですね。OK。小麦粉。で、卵。で、ラストにパン粉ですね。OK。はい、それでは衣をつけ終わりました。じゃあね、フライと、皆さんお忘れじゃないでしょうか。鱗をね、揚げていきましょう。はい、じゃあ油を入れていきます。よっしゃ、入れていこう。おお。はい、OK。よし。みんなついに来たぞ。このデカ鱗を揚げるときが、これ食えんのかな？めちゃめちゃ硬いけどね、この状態で。いけ！おー！めっちゃ跳ねる！こんぐらい揚げればいいでしょう。銃みたいになった。はい、そしたら皆さんラスト料理、肝と昆布。こちらをですね、茹でるだけ、食材の味でね、調理していきましょう。で、一応真水だと、浸透圧とかでちょっと変な感じになる可能性があるんで、若干塩入れときます。では、こちらの肝を入れていきましょう。うわハリセンボンの肝と同じような感じしますよね。なんかドロドロに溶かして、肝汁みたいな感じになりそうなイメージです。そこに昆布入れます。うわ、この料理やば。さて、ラスト料理です。火にかけていきましょう。意外とね、この肝、うまいと思うんだ。うわ、すっごい臭い。で、だいぶアク出てきましたね。今回スープじゃないんでアクを取る必要があるのかといったところではあるんですけどもね。一応取っときましょう。ほんとハリセンボンとね、やっぱ一緒の色してる。うわ、おでこ気持ち悪い。集合体恐怖症の人死んじゃうよ、これ。はい、ということで、完成しました。はい、それでは完成しました。いただきます。もうとりあえず腹が減って仕方ないんで、こちらナポレオンフィッシュのフライタルタルソースを添えて、こちらからいただいていきます。いただきます。こんなん絶対うまいやろ。めちゃめちゃうまいですね。やばい、眠くなってきた。やばい、さばく時間長すぎて眠くなってきた。普通にうまい。ただ、初めての経験なんですけども、フライにしてるのに筋っぽいです。硬い。
筋っぽいところもあるんですけど、バサバサもしてないし、臭いもないし、魚の味も上品な感じの味がするし、全然悪くないですね。うん。面白い。はい、そしたら次。皆さん、これ、お楽しみのナポレオンフィッシュの鱗ですね。ちなみに今まで鱗いろんなの食べてきたんですけど、味自体はないんで、塩コショウをかけましょう。いただきます。まずっ。びっくりした。全然まずいわ。なんか焦げて硬くなった魚の皮をずっと食べてる感じ。ただただまずいね。俺がまずいってね、明言することはなかなかないんですけど、これまずいわ。ナポレオンフィッシュの鱗食べちゃダメ。はい、じゃあ次、刺身食べていきましょう。どうでしょうね、これ。いただきます。味濃っ。筋っぽくねえ。多分部位によると思うんだけどね。なんかね、魚って大きくなればなるほど筋っぽくなるし、しかも大味って言われるようなね、味になっていくんですけど、なんだろうな。表現しづらいんですけども。全然そんなことないですね。すっごくしっかり美味しいです。びっくりした。本当に食欲そそられない見た目してるんで、これを見て刺身で食べたいとはね、あんまり思わないんですけども。美味しいです。じゃあ昆布締めもいってみましょう。いただきます。脂っこいな、これ。背中の部分はちょっとあんまりですね。場所によるのはやっぱり、多分刺身で切った部分が一番いい部分を切ったんだと思う。刺身はうまい。昆布締めもなんかその風味だったりとか魚の味自体はいいんですけど、ナポレオンフィッシュの油あんま美味しくないわ。なんか青い見た目してるから、ちょっと先入観がちょっと入ってる可能性はあるけど、なんかそんな美味しくないわ。旨味もないし、かつ食感が悪いね。ぐにゅぐにゅしてる。60キロ以上のナポレオンフィッシュに限っては、油が乗ってない部位の方が美味しいかもしれない。知らんけど。ということで、お待ちかねの肝、いきましょう。どうなんやろうな。これはね、ちょっと気になるよ。いただきます。臭い！息臭。自分の息が臭い。ただね、めっちゃ臭いんですけど、皆さんこれ、うまいです。旨味の塊って感じ。ホロホロしてて、なんだろうな。ほんとスクランブルエッグみたいな食感。で、それが旨味の塊って感じ。臭いけど。息臭。後のダメージがひどいな、これ。喋るたびに臭えぞ、これ。じゃあ次、正直言います。初めてかもしれない。ちょっと食いたくないわ。やっぱ青ってすごいね。食欲減退させてくるね。全然美味しくなさそうやもん。食べちゃダメやろ、これ。いいのかな？なんか自分で作って、自分で嫌なものを食べるっていう、今謎の状況なんですけども。これちょっと嫌やな。食べるけどね。ほんまに嫌や、これ。でも食べてみよう。うわ！ほんまに嫌や。何してるんやろ、俺。何してるんだろう、俺。いや、いける。うわ！これやばい。腹取られないと吐くわ、これ。正直言います。今まで食ったものの中で一番まずい。今までほんといろんなもの食べてきたけど、一番まずいわ。これ食べたらダメだわ。なんかね、まず表面がこの青いドロッとしてる部分。この部分が食感として最悪。鼻水と同じ感じ。まず結構大量の鼻水を口の中に入れられたような感覚をまず味わいます。で、もうちょっと内側の部分はこんにゃくみたいな食感。だからもう鼻水スープの中に入ってるこんにゃくを食べてるような。味に関しては腐らせた海苔みたいな味がします。ほんと一番嫌な匂いがしますね。これはね、ダメ。マジで今までで一番まずいわ。本当に。人手とかもだいぶまずかったけど、人手にも勝つな。これまずい界のまずいですね。動画界でね、俺ちょっと正直な話、ナポレオンフィッシュ茹でてつまんだんですよ。茹でたのが一番うまかったかも。最高だった。けど動画にしてない。動画界が一番うまかった。くっさ！息くせえ！胃の中にある肝と昆布のせいで吐く息が臭い。マジでまずい上に胃の中にある限り。はい、それだ！ごちそうさまでした。
体調悪い。今日はね、ナポレオンフィッシュだったんですけども、まあ、正直な話、思ってたより全然美味しかった。もっともっと大味なのかと思ったんですけど、茹でて食べても、フライにしても、刺身にしても、まあまあ、分野よりますけど、普通にね、美味しい魚でした。ナポレオンフィッシュをね、買う機会。まあ、なかなかないとは思うんですけども、ナポレオンフィッシュのコブだけには気をつけてください。これは、ちょっとシャレにならないぐらいまずいですね。まあ、昔はですね、拷問で、とんでもなくね、まずいものを食べさせるみたいなのもね、あったらしいんですけども、多分そのレベルにまずい。ナポレオンフィッシュのコブを永遠と食べさせられたら多分秒で鬱になるよ。でもナポレオンフィッシュのおでこを永遠に食べさせられ続けるぐらいだったらすぐ自供すると思う。世界一まずいな。ということでですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。